皆さん、こんにちは。はい。今日はご覧のように、ほぼ日手帳のシリーズを持ってきました。はい。前回、自分のメイン手帳として使おうとしている、自分手帳プラス、フランクリン・プランナーに関してご紹介をしたんですけど、今日はですね、ほぼ日手帳も結構いっぱい購入してるので、そのほぼ日シリーズを私が2021年、今年どう活用する予定なのかに関してちょっとご紹介をしてみます。実はですね、私ほぼ日手帳をちゃんと使いこなしてないんですよ、今まで。ずっと、なんていうか、いつも見えるので、衝動買いをしてしまうんですけど、なかなか続かなくて困ってる、そういうアイテムの一つなんですね。特にデイリープランナーっていうのが、デイリー手帳っていうのが結構私的にはハードルが高いわけなんです。で、毎日その1枚を埋めないといけないっていうのがすごくプレッシャーなんですね。なので、週刊バーチカルとか、なんかウィークリーは結構、なんていうか、持続して使うんですけど、ほぼ日なかなか続かないですね。なのに、毎回文房具行って、つい買ってしまうアイテムでもあります。なので、今日はちょっとこの4冊にもなっているこのほぼ日手帳を、私がどう使うようにしたのかっていうところをご紹介したいと思います。実はですね、4冊全部、衝動買いではないんですよ。こちらの2冊の場合は、もともと予定されてたノートなんですね。で、去年も使ってたので、こっちはでうまくいったのか。そうですね。使ってたので、それを今年も続けて使うアイテムであって、で、こちらの2冊は完全衝動買いです。なので、買った後で自分が用途を決めてる。そういうことなので、ちょっと分けて紹介をしてみたいと思います。まず、こちらなんですけど、ですね、ウィークスと、オリジナルの、英語版です。で、これは、去年も使いました。こちらの方は、どっちかというと、去年、2020年のモデルを、衝動買いをしてたんですね。ウィークスは一回も使ったことがなくって、経験がなかったんですけど、買ってしまって、去年どう使おうかなと、悩んでた後で、私、クリスチャンなんですけど、教会で、メッセージを書く、そういうノートとして使えばいいのかなと思って、使い始めたのが結構できたので、今年も続けて購入するようになりました。なので、カバーは、去年のものをそのまま使ってますね。で、多分、こちらのマンスリーは結構、空いてるんですけど、私、教会で通訳をやってるんですよ。なので、通訳のスケジュールなり、いろいろちょっと、そういう部分を簡単にメモっとくっていう感じだけで使ってます、今は。で、それで、こちらなんですけど、メインのところは、まず、ウィークリーのところは、ですね、毎日の黙想してる、その黙想の本があるんですけど、そこの中でいつも最後に出てる名言の一言みたいなところがすごく心に響くものがいっぱいあってて、毎日その文章だけを取ってこのように書いてます。で、そしてこちらの方は、実際の毎週の礼拝の時のメッセージをちょっとノートするっていう形で使っていることですね。なので、こういうウィークリー形式の場合は、ちゃんと毎日に出来事と、そして日曜日にパッと1週間に1回何かメモっとく、そういうネタがある場合には、こういう景色すごくいいなと思って今使ってます。なので、こっちはもう毎週、教会だけちゃんと行けば、続けられるノートなので、そこまで心配してないですね。なので、今年もこの形式で使いますっていうことなんです。で、こちらも、そっちの教会系っていうか、そういう感じなんですけど、これも、去年も使いました。で、こっちはブログにも毎日アップはしてるんですけど、黙想ノートですね。だから、毎日やってるその黙想ノートを書いてるんですけど、ここはなんか毎日の聖書の箇所、該当する箇所を書いてて、そしてなんかこちらには毎日の黙想のページを、英語で書いてます。実は私、英語が得意じゃなくて、すごく苦手なんですけど、ちょっと英語に親しくなりたくて、こっちに
書いてますね。なので、コスト自体は、ちゃんと、ハングルでやってます。韓国語が一番楽なので、韓国語でやってるんですけど、こっちに書くのは英語版のところをちょっと、はい、写して書いてます。なので、毎日書いてて、これをわざわざ自分に、なんていうか、刺激っていうか、プレッシャーをかけるために、ブログにも毎日これを自分が書いてる部分を写真撮ってアップしてる。そういう形で今、続けてます。これは1月1日からなんですけど、去年からずっとやってきたものなので、これも問題なく続けられるのかなと思っています。なので、この2つのアイテムは、予定通りの、もともと買うつもりだった、そういうものなんですけど、問題は、こちらなんですよ。はい。こちらの2冊は、ある意味衝動買いっていうか、そっちなので、で、実際こっちは全然買う予定なかったんですけど、皆さん多分ほぼ日手帳を買う方々によくあるパターンなんですけど、ケースのせいで、カバーのせいで買いました。はい。ですね、こっち実際、聖書、目想書く、このノートの場合、去年は、バインディングして、システム手帳に入れて書いてたんですよ。なので、今年はちょっとばらさなくて、このまま書いてみようっていう感じで、カバーをつけようと思って、それでカバーを買いに行ったんですね。なんですけど、これがあったんですよ。で、カバーだけ売ってなくって、セットで売ってたから、すごく悩んでたんですけど、買ってしまったわけなんです。買ってしまったら、中身が一緒に来たんじゃないですか。なので、もうノートは2冊になり、そして、だとすると、こっちを使うとすると、どうせカバーつけて使わないといけないじゃん、みたいな感じになって、それで、もう、この2冊になったのどうしようと思ってた中で、このカバーなんですけど、これ実際 CD ノート、だからアピカの、紳士のノートなんですね。紳士ノートのカバーが家にあったんですね。すっごく昔買ってたやつなんですけど、これがあったので、入れてみたらぴったりだったし、なんていうか、用途としてこのノートに雰囲気的にも合うなと思って、こっちをここに入れて使うことにして、この新しいノートがもう一冊できてしまったっていう結論になったわけなんですよ。なので、これをどう使うのかっていうところと、こっちですね。こっちは、毎回、ちょっと、こっちも私を誘惑するアイテムなんですね。実際結構、業務ノートとかで、カズンサイズをよく使ってたんですけど、カズンサイズの場合は、マンスリーと、ウィークリーとデイリーが全部入ってるんじゃないですか。で、そのカズンサイズの構成の中で、私が一番好きな部分が、ウィークリーなんですよ。だから24時間軸もあって、結構大きいし、なんていうか、デザインも、基本的にほぼ日のデザイン好きなので、すごく好きな部分なんですけど、オリジナルサイズになると、このウィークリーがないわけなんですね。ですけど、このフィールノートを別に売ってるから、いつもこれだけ買おうかなと思ってたのを、つい今年買っちゃったわけなんですよ。で、もう買っちゃったんだけど、どう使おうと思って結構いろいろ悩みをして、今結論出して使ってるのがこの形なんですけど、今 SNS ログとして使ってます。どういうことかというと、こんな感じで使ってるんですけど、私の場合 YouTube チャンネルもあって、そして、ブログが2箇所あります。そのブログ2箇所と YouTube チャンネルの、なんていうか、ビューのどれぐらい見てらっしゃるのかっていうののカウントを書いたり、その下になんかどういうコンテンツを今載せてるのかとか、そういう計画なり、チェックなりっていうところを、毎日書いてますね。だから週間バーチカルなので、一目で1週間の分が見えるっていうことで、今記録を取ってみています。で、そして下の部分は、ここはちょっと意味があるかどうかわかんないんですけど、収益の部分なんですけど、私の場合、そんな大きいチャンネルでもないし、ブログもめちゃくちゃ人が入ったりするわけでもないので、実際収益がそんなに出てるわけじゃないんですけど、でもなんかめちゃくちゃ空いてるから、なんていうか、こういうのは毎日出てるデータだから、入れてみようかっていう感じで、ちょっと記録を取っています。
ですけど、そこまですごく敏感に見てるところでもないので、なんていうか、めちゃくちゃ収益があったら、すごくなんかチェックしながら管理するはずなんですけど、全然そういうところじゃないんで、ただ書いてちょっと埋めてる感じでやっています。で、こういう感じで2週間ぐらい記録しているんですけど、意外と結構、なんていうか、いいじゃんみたいな感じで書いてますね。で、どっちかというと、なんか私のノートって結構地味な方で、なんていうか、ちゃんと飾れないタイプなんですね。なんですけど、こういう風に、ブログとかチャンネルごとに、示す色も違うし、こちらのサイトごとにちょっと、代表する色が違うから、こういう風に色分けをしてみると結構カラフルで華やかな感じがするんですよね。なので、なんかある意味自己満足的に今書いてるんですけど、これもいつかはちゃんとこういうふうに管理したりデータを取ったりすると、なんか、良いデータブックになるんじゃないかなっていう感じで、今ちょっと試しながら楽しく記録していく。そういう感じです。なので、今年うまく運営できたら来年も、同じ形式でもいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと気楽に考えています。はい。そしてこちらなんですけど、念願のデイリーのほぼ日をどう使うべきなのかっていうところで、結構悩んだんですよ。で、日記をちゃんとあんまり持続できないタイプなので、だから、業務日誌とか、仕事関連でやらないといけない部分だったらちゃんと書くんですけど、日記は自分に関してちゃんと自分が感情表現なりないんか、なんかすごくなんか書く訓練になってないと難しいんですよね。なのですごく悩んで、今定着している形がこれです。なんかこういう形で使ってるんですけど、ですね、今まで私結構いろんな手帳を使ってきて、でも手帳もちゃんと1年間ずっと使っているわけなんですね。だし、読書ノートなり、他のジャーナリングなり、結構いろんなノートを運営してるんですけど、実際、自分自身に関する記録がないっていうことを気づいたわけなんですよ。なので、私自身のための記録をやってみればどうかなっていう感じで、今ちょっと始めてみたんですけど、それにしても、ちょっとなんか、A 型だからかわかんないですけど、ちゃんとこっちを全部埋めないという感覚がするんですね。で、例えば、さっきのように、こういうふうに、びっしりと書かないと気が済まない。だから、ちょっとなんか、いっぱいテキストなりなんなり、埋めないとっていう感覚があるわけなんですけど、なんか、それをどう解決するかっていう感じで、一応ちょっとでっかい日付の、なんていうか、日めくりカレンダーをつけました。これ、こういうもんなんですけど、なんかこういうふうに毎日の、日付があるから、これをでっかがこっちにパッと貼るっていう感じでつけて、他の部分を3区域に分けて、まずこちらには、ゴールですね。ゴールの部分には、自分が目標にしているもの。だから仕事じゃなくって、で、私結構研究機関なり教育機関で働いてるから、仕事自体が自分の目標になるっていうケースもいっぱいあるんですけど、それ以外に自分自身に個人的に目標にしようとする部分。で、例えば今は英語を決めています。英語結構自分苦手なので、そこをちょっと乗り越えようっていう感じで、もうちょっと真剣に取り組もうっていう感じで、こっちには私の英語の実力をもうちょっと育てるための、なんていうか、やりたいことみたいなものを設定して書いてます。そしてこちらの部分、自分が持っているスタンプの種類が限られてるからツーズになってるんですけど、こっちは、ハビットトラッカーに近いんですね。毎日習慣、ルーティンを使ってやるものを書いてます。例えば、なんか毎日黙想することと、読書をすることと、なんかちゃんとブログに毎日ポスティングすることとか、感謝日記を書くものとか、なんかそういうものを項目を決めて、毎日書いてチェックをしてます。で、こっちは感謝日記を書きますね。すごく長い文章で書くっていうより、何々々に関して感謝とか、そういうふうに一行ずつ、追加していくのは自分でもできるので、そういうふうに感謝の項目をリストを書いてます。っていう感じで毎日を書いてるんですけど、なんか結構意外といいなと思ってますね。ある意味で、ハビットトラッカーだったり、目標をほぼ毎日
同じぐらいの内容を、映してる感じではあるんですけど、これちょっと無駄じゃないのっていう考えを持つ方々いらっしゃると思うんですけど、実際この毎日の同じ項目を写して書くことで、意外と効果があるんですよ。私はこの時間が一番好きだなと思ったんですけど、地味に同じ項目を書くのに、実際、今日私そうだったって。明日こうしないととかっていうのがすごく自然に考えるような時間になるんですね。なので、今日ちょっとうまくできなかったんだけど、明日はちゃんとやろうみたいな感じで、なんか全部プリントされたり、全部決められてて、それでチェックするのもいいんですけど、そのチェックっていう瞬間より、もう一回書くその時間を取ることによって、自分に結構プレッシャーとか、覚悟とか、いろんないい感じでの、なんていうか、モチベーションを作ってくれるっていうのがすごく私的には今、いいと感じている部分なんですね。なので、これはちゃんと1年、ちゃんと続けて持続してみたいなと思っている、そういうところなんです。なので、このノートのおかげで結構自分自身をちょっとなんていうか成長させることにもうちょっと真剣に考えるようになりましたね。なので、結構なんていうかすごく衝動買いをしてしまったそのノートなんですけど、今は一番大事で楽しいノートになってます。なので、ぜひこれを1年ちゃんと続けたいと思っている今ですね。なので、それが1年ちゃんと続けられると、来年は本当に、なんていうか、嬉しい気持ちでほぼ日手帳をまた買うことができるのかなっていうことを期待しながら今使ってます。なので皆さんもう結構同じ経験している方いらっしゃると思うんですね。特にほぼ日毎日何冊も買っている方いらっしゃると思うんですけど、うまく書いている方、そして何冊を買っても足りないっていう方は全然問題なくて羨ましいんですけど、もし買ってしまったんだけど、なんかうまく書けないっていう方は、このように少しでも、枠を分けて書いてもいいし、なんかいろんな形で少しでもちょっと自分ができる範囲、できるスケールぐらいでちょっと書いてみるのもおすすめかなっていう感じがします。なので皆さん、ちょっと今年も頑張って書いてみましょうっていう感じですね。はい。なので、これが私が今年ほぼ日手帳シリーズを使う予定の方法でした。皆さんはどうですか？今うまく続かれているんでしょうか？はい。来年のこの時期になって、ちょっとなんかすごく、今年うまく使ったなっていうことをちょっと話し合えればいいのかなと思っています。なので皆さん今年も手帳生活楽しみましょう。っていう感じで、今日の動画はここまでです。次の動画はですね、また別のノートを結構使ってるものはあるんですけど、新しい内容があるかどうかによって次の動画で紹介するかどうか決める予定なんですけど、それがなかったらまた別ななんかいろんなアイテムに関してまた紹介する予定のものがあるので、そういう動画を撮りたいと思っています。はい。今日も結構長くなってしまったんですけど、この長い時間付き合ってくださって本当にありがとうございます。それでは次の動画でまた会いましょう。はい、バイバーイ。